今日の動画は築40年の我が家でベランダ菜園をする動画になります。このように僕が背中を伸ばしているこの丸い物体は人工芝です。誕生日で送ってもらって、なんとですね、すっごいでかいです。見てこの高さ。ちょうど丸かったんで背中伸ばしてたんですけど、これをベランダに引いていきます。やっぱベランダにすぐ出れるようにしたくて、もう靴下とかで出たいんよな。だから人工芝引いて、もう裸足でも出れるようにしようと思って、まずは掃除から始めます。全体的に僕のプリティなケツ、略してプリケツなんですけど、プリケツが見れる動画になってるかなっていうふうに思います。ちょっと今川焼き食べながら編集じゃないアフレコしてるんですけど、このエアコンの室外機がめっちゃ重くて、これがもう大変やった。でちょっと掃除もいろいろして別日に実際に人工芝を引いていくと。僕が野菜とか植物を育てる理由なんですけど、まず一つに癒し。やっぱ日常の変化っていうのが、こういう植物とかがあると日常に小さな変化がこう見られて楽しいっていうのがまず一つ。あとはやっぱ二つ目は経済面っていうか、やっぱ料理するからさ、自分でこう取れたてを料理するって最高やん。野菜の取れたてを料理するって欲しい時に取って使える、もうこれが一番素晴らしい。あとはもうこれが一番大事やと思ってるんですけど、自然の摂理っていうか、自然への理解が高まるっていうのがかなり大きい。例えばスーパー行って育てたこともない野菜か育てたことがある野菜を見るって全然違うと思うんよ。この野菜の方がいいなとか、この野菜はこういう特徴があるとか、その基準が自分の中にできるんで、やっぱ楽しくなるし、植物ができるプロセスを知っているからこそ味も変わってくるっていうんですかね。やっぱ自分で取ったものとか自分で作ったものって美味しいやん。それはそれまでのプロセスも体験して味わうから美味しいわけであって、野菜を育てることで美味しさが変わると言っても過言ではないと思ってます。そんなこんな言ってるうちに人工芝のカットが終わって引き終わりました。この人工芝めっちゃ柔らかくて全然痛くない。同い年の男性がプレゼントでくれました。そして苗を買いに来ました。ここは去年も来た場所で苗だけを売ってる場所ですね。もうビニールハウスがずらーっと並んでて、すごいいい感じの苗が揃ってます。僕の野菜のチョイスなんですけど、やっぱりベランダ菜園ってできる場所が限られてるんで、収穫量が多いものと、あとはハーブとか料理にすぐ使えるネギとか大葉とか、その辺を重点的に揃えました。去年もさトマトをやったんやけど、トマト見事に失敗しまして、最終的に3つぐらいしか取れへんかったんかな。でそのトマト食べてあんま美味しくなかったイメージが残ってる。うまくできなかった原因は土の多さですね。トマトって結構土の量が必要で、このトマトの土の袋全部で25リットルなんですけど、ミニトマト育てるのでも15リットルぐらい土は必要で、普通の大きいトマトとかやったら20とか必要やと思いますね。去年はそういう家庭菜園初心者もど初心者やって
とりあえず始めんことにはどうにもならんと思って、とりあえず始めたんよ。とりあえず苗買ってきて、とりあえず植えてみたみたいな感じやったんやけど、土の量だけなんか把握してなくて、あんま。まあでもやっぱそういうやってから気づくことってある。1年目からうまくいこうなんて僕は全く思ってなかったですね。だからこういうのは失敗して経験して次に生かしていくっていうのが大事ですよね。やし早いうちからもう失敗しろということです。もう今年は絶対に成功させるって思ってる。去年はまあ失敗しても経験やなと思ってたけど、今年はもう絶対に成功させるっていう気持ち。ただやっぱお盆とか帰省する時に水切れしちゃってちょっと調子悪くなったりするのが多くて、そこを今年はどう乗り越えようかなっていう感じやな。なんかいい商品とかいいやり方あったら教えてください。植え付け完了ですね。こっから支柱を立ててあげます。これをしてあげないと風とかで倒れてしまったり、実がついて重くなってくると折れちゃったりするんで、支柱は大事ですね。トマトから5センチぐらい離したところに支柱を立てたら、次は紐で誘引って言って、このトマトと支柱を8の字みたいな感じで結んであげます。こうすることで風でも倒れない素晴らしいテクノロジーですね。トマトパスタにトマトでカレーとか作ったり、もう食べることが何にして食べようかなっていう、まだ育ってないですけれど、そんなことばっかり考えてしまいます。で最後に水をもう土いっぱいに下からちゃんと出てくるまであげれば完璧です。こんな感じに結びもちょっと緩くしてあげて、ここまでできたらあとはもう育てるのみ。トマトは結構水の調整が大事です。バジルとトマト、ナス、大葉、ネギを買ってきました。料理にすぐ使えるネギ、まあ大葉もすぐ使えるよな。で前回の動画で紹介したプランターになんかね、これ古い土使ってて、古い土をまた再利用するときは元肥とかなんか牛糞とかそういうなんかいろいろ混ぜなあかんねんけど、ちょっとそこら辺いろいろ買うのがめんどくさかったから、再生用の土みたいなのがネットに売ってて、それを混ぜました。でトマトのプランターにバジルを植えていくんですけど、コンパニオンプランツって言って、トマトとバジルはお互いに相互作用をいい影響を与える植物で、バジルがあることでトマトにつく虫とかを減らせます。いつもこのベランダで土とかいじってるとスズメが来るから、米粒あげて餌付けして
餌付け作戦ペットにしようとしてる。かわいい。ほんでコンパニオンプランツの話に戻んねんけど、トマトとバジルはもう土の中でこう助け合うっていう植物やし、もう料理にしても美味しいやん。マルゲリータにしてもトマト切ってバジル乗せてモッツァレラ乗せて美味しいし、トマトパスタにしてもバジル散らしたら美味しいし、カプレーゼでも合うしっていう、土の中でも皿の上でもベストフレンドフォーエバーやないかいっていう感じですよね。綺麗な根っこ、白い根っこほど健康的です。もう最近やっぱもう動物を飼いたい。もう一人暮らしは寂しいんで動物飼いたいですね。だからもうこんなツバメでももうツバメじゃないわ、スズメか。スズメでももう可愛くて可愛くて仕方ない。ずっとチチチチチって見てんのこっち。ずっと覗き込んで可愛いんですよね。そんなこんなしてるうちにバジルが植え終わりました。ほんまはもうちょっとトマトから離してる方がいいかもしれんけど、もう鉢がこのサイズなんでしゃあないっすね。そしたら次はネギと大葉と、こっちにもバジルを一株植えようと思います。バジルはいっぱい使うんでね。これネギは九条ネギらしいです。この根っこがね、綺麗に上に出てるんですね。多分下まで行ってそっから上にもう伸びてるんやろな。根っこが綺麗ってなんか素敵。僕ももうちょっと根っこが綺麗な人間になれたらよかったですけど、根っこがダメなんでね、上の方をちょっと綺麗にしていきたいなという人生であります。ネギを植えたらお次は大葉を植えていきます。大葉はもう飾り付けでもいいし、やはり薬味なんでそうめんとか最高よな。そうめんに大葉入れるの楽しみ。大葉もバジルもそうなんですけど、植物には脇芽っていうこの葉っぱの分かれてる一本茎があるじゃないですか、メインの。そこから横に伸びた横に伸びた新しい茎とメインの茎の間に脇芽っていう、まさに人間でいう体と腕の間の脇みたいなところから芽が出てくるんですね。だからその脇芽を伸ばすっていう、その先端の方を取っちゃうと次は脇芽から伸びるようになるんで、どんどん収穫量を上げれるんですよ。だから掛け算式にどんどん増えてってめっちゃ取れるっていう。全部植え終わりました。紹介していきます。こちらはスーパーで買ったネギを植えたもので、これが今回の九条ネギ。そしてこれもスーパーで買った三つ葉です。ちょっと元気ないな。で今回植えた大葉はね、新しく出たところが柔らかくてとても美味しいです。ほんで手前にもなんか見えると思うんやけど、これが勝手に出てきた葉っぱなんですよね。なんかね、水も別にあげてない鉢から勝手に出てて、この草なんやろうって思って伸ばしてみようと思ってしばらく様子を見ていたら、どうやら大葉の形をしてるなと思って、葉っぱが。大葉は育ててるとそのうち花が咲くんですけど、そこから多分種とかが出て生えてくるみたいで、大葉を育てると翌年にポンポンいっぱい出てくるみたいです。でこれは唐辛子ですね。これも種植えて出てきたやつで、こっちがバジルです。かわいい。バジルってプクプクしてかわいいよな。プクプク効果音つけたい。
そして後ろにあるトマトとナスですね。トマトは植えたけどナスは見せてないな。でさっき植えたトマト、これもう数日経って結構成長してます。でこっちがナス、こっちにもコンパニオンプランツとして大葉かバジルか植えたかったんやけど、ちょっと鉢がこんな感じで土の量が少ないんで、これはもうナスだけにしました。でこれがローズマリーですね。もううちに何年いるかな、2年ぐらいいそうですけど、ローズマリーはめっちゃ丈夫なんで、ローズマリーって草じゃなくて木なんですよ、よく見ると。木って言ったらいいんかな。まあでもほんまに木みたいな枝してて、植物草っていうよりは木っぽい感じでめっちゃ強いですね。何回も茶色くしてる。2、3回ぐらいこの葉っぱが茶色くなってるのを見たんやけど、水あげたら緑に戻ります。ローズマリーはお肉料理とかとめっちゃ相性いいから僕は結構使いますね。臭み消しとか香り付けと、この香りがいいんですよね。清涼感のある。最近苔をちょっと転がしてしまいまして、中がぐちゃぐちゃになっちゃって、なんか新しい苔普通に自分で育てようかなと思ってんねんけど、ほんでクワズイモもオジギソウからクワズイモに変身いたしました。で全部集めたらこんな感じになりました。成長が楽しみですね。でトマトはもう結構成長していて、こんな感じで、トマトはまず花ができて、その花から次は実になっていくって感じなんで、とりあえず花をちゃんときれいに咲かせて落とさないようにするっていうのが大事です。こうやって実になってどんどんできていきます。早くパスタが作りたい。ナスも同じで花になって実になるって感じで、もう1個だけちょっと実っぽくなってます。こちらも植えて数日は経ちましたかね。ちょっとだけ伸びてます。気持ち。大葉とかはね、特に。観葉植物とかも結構動き出して、このベランダ菜園も充実してきたんで、植物のどんどん伸びていく成長が見られるので、動画も撮って共有できたらなと思います。こういうトマトとかの栽培のショート動画とか見てると、コメントでコスト回収できますかみたいなことのコメントを見るんですけど、なんか多分コストを回収しようと思って自分で始めるのって多分あんま割に合ってないと思うんよな。やっぱこういうのってコスト、もちろんコストで回収できる面もあるし、楽しさとか喜びとかそういったものを含めてのもの、もう体験を買うみたいなもんやから、あんまりコストとかなんかそういう収穫量とかそういうのというよりは、なんか経験とかそういうもっと大きな視点で見ていった方が楽しめるんじゃないかなって、なんかそういうコメント見てて思いますね。もうすごい資本主義になんか飲まれた脳みたいな考え方やなって思ったな。やっぱこれからの時代は持久力をつけていく方が経済的にもなんだかんだ最終的にいいのかななんて思ったりします。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。これからもお届けしていきます。